YouTube がきっかけで誕生した万能調味料、俺の塩しまた。ただいま、クラウドファンディングにてプロジェクト実施中。詳しくは概要欄にある幕開けページをご覧ください。はいどうも、ホルモンしまたチャンネルのぶっちゃしまたです。今回は牛角焼肉キングに続き第3弾です。来ちゃいました、スタミナ太郎です。かなり久しぶりのスタミナ太郎にワクワクしています。それでは早速行ってみましょう。今日もいぶし銀銀丸と一緒に行くのですが、お互いスタミナ太郎は小学生の子供会ぶりということで心が躍っています。遠足に行く気分で前の日からワクワクして少し寝不足気味です。スタミナ太郎は東京都足立区に本社を置く株式会社江戸一が経営する外食チェーンの一つです。牛角や焼肉キングは焼肉屋さんとして食べ放題をやっていますが、スタミナ太郎は焼肉、寿司、デザート中心のバイキングレストランです。1号店はまだ食べ放題レストランという業態がなかった1978年に東京都足立区にオープンした環7店です。今となっては食べ放題は一般的になりましたが、食べ放題先駆者であり40年以上にわたって営業し続けていることがすごすぎますね。現在全国で駅地下立地、高品質、ゆったりをテーマにした次世代型店舗のスタミナ太郎ネクストの5店舗と合わせて94店舗を展開しています。スタミナ太郎ではコースは1種類ですが、時間帯や年齢、制限時間で細かく料金が分かれていて、平日ランチ、土日祝日ランチ、ディナー、60歳以上、大人、小学生、3歳以上、3歳未満、そして90分制か120分制で選ぶことができます。150分制は現在やっていないそうです。今回は平日の夜ということで、ディナーの120分コースで2640円にします。アルコールは別料金で飲み放題を選ぶか、食券で1杯ずつ頼むかを選びます。お寿司はオーダー用紙に書いて窓口まで持っていくと席まで届けてくれるようです。マスクと手袋も着用で衛生対策もバッチリです。それでは行ってきます。お肉の種類はカルビやハラミ、ホルモンを含め約20種類もあります。バイキングってどうもテンション上がってついついいっぺんに取りすぎちゃいますよね。バイキングは自分の欲との戦いだと思うので、自制心をコントロールすることが勝利への第一歩です。今日はなるべく種類を食べたいので考えながら取っていきます。2皿分取ったので一旦席に戻ります。スタミナ太郎のテーブルに備え付けられているタレは少しドロッとしていて粘度があります。今日はノンアルコールで体に良さそうな爽健美茶で乾杯です。それでは焼いていきましょう。まずはセオリー通りにスタミナタンと言われる豚タンです。せっかくなのでタレにつけます。薄すぎずちょうどいい厚さで美味しいです。タレは子供が好きそうな少し甘めの味付けです。次は期間限定の九州味めぐりフェアから鹿児島黒豚です。この鹿児島黒豚は柔らかさと甘みがあって美味しいです。次は骨付きカルビです。日本人はあまり手が汚れるのを好まないので、最近では骨付き肉を置いていない焼肉屋さんも多いですよね。韓国などの海外では骨付き肉は人気の部位です。手を使ってしゃぶりつきます。この骨の周りが美味しいですね。と、ここであれを忘れていました。そうです。ライスです。スープとキムチもいっちゃいましょう。これがスタミナカルビスープです。定食屋っぽいですけど、ここは食べ放題バイキングです。お肉コーナーにポン酢、柚子味噌だれ、ガリバターだれ、ネギ塩だれを見つけました。さらに薬味で辛味噌、大根おろし、おろしニンニク、レモン汁もあります。至れり尽くせりですね。甘めのタレをベースにいろいろ味変できるのもいいですね。次はソフトカルビです。スタミナ太郎のソフトカルビは成形肉ですが、お店によってソフトカルビの部位が違うこともあります。スパムやソーセージみたいで美味しいです。次は牛赤身です。コチュジャンとタレをつけていただきます。甘辛で美味しいですね。周りを見渡すともちろんファミリーが多いのですが、意外にも一人で来られているお客さんが多くていいなと思いました。もしかしたら一人焼肉クロートの行き着くゴールはここスタミナ太郎なのかもしれません。1巡目のお肉もなくなったので、そろそろ2巡目の物色に行きます。ホルモンを中心に取ります。丸大腸、牛ホルモン、牛レバー、鶏ももを取りました。こう見ると白いお皿にホルモンが盛り付けられていて、名店で出てきそうな雰囲気がありませんか？まずは丸大腸を食べてみます。油が結構ついているのでしっかりと味わえます。ホルモンってこの油が美味しいですよね。これ丸大腸と書いてありますが、一般的な丸腸ですかね。小腸なイメージですが、これは大腸なのかな。次に牛ホルモンです。これはてっちゃんですね。
わんぱくな大きさです。噛みちぎるのが苦手な人には少し大きすぎるかもしれません。テーブルにハサミもあるので少し小さくカットしてもいいかもしれません。これは牛の大腸ですね。次に牛レバーです。薄切りのレバーも食べやすくていいですね。鶏ももも小ぶりで食べやすく美味しいです。そして今回もブッチャーの乙女心に火がつきます。タピオカミルクティーには目がないです。甘いものを一度補給できたので、次はスタミナ太郎名物作っちゃうメニューです。あまり他のお店では大々的にこういう自由に組み合わせて作っていいですよってお店はないですよね。公式で許可が出ているってかなり太っ腹で子供とかかなり喜びそうです。ブッチャーも大喜びです。まずは先ほど食べたカルビスープと九州味巡りの宮崎県うま辛麺のスープを合わせます。そこにニラと茹でた麺を入れてネギをトッピングします。最後にうまみカルビを焼いてタレに潜らせて乗せます。特製うま辛ユッケジャンラーメンの完成です。自画自賛になっちゃいますが、これがかなり美味しかったです。最後はこれです。クレープです。作るのは初体験です。昔クレープ屋で働いている店員さんに恋したのはいい思い出です。生クリームとバナナ、きなこ餅、チョコソースをかけて包み込みます。久しぶりにクレープを食べましたが美味しいですね。今回2時間だったんですけど、本当に時間が経つのが早くてびっくりしました。たくさんのエンターテインメントがあり、ここも夢の国のようです。待ち時間も一切なく堪能できるので EST ランドに皆さんもぜひ行ってみてください。ってことであっという間に時間が来てしまいました。まだまだ食べたいものがあったのでまた絶対に来ようと思います。久しぶりのスタミナ太郎大満足です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。スタミナ太郎いかがでしたか？他に行ってほしいお店などあればぜひぜひコメントお待ちしております。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。